もしあなたが普段と違う帰り道を選んだばかりに命を落とすことになったら、1993年6月24日、アメリカテキサス州ヒューストン。いや、殺さないで！深夜、自然豊かな公園の森の中で2人の少女が必死に命乞いをしていました。ジェニファー・アートマンとエリザベス・ペーニャ。彼女たちを取り囲む少年たちはそれぞれ数人がかりで2人の首を強く締め上げます。やがて意識を失い、その場に倒れ込んだエリザベスたち。ちゃんと死んだか確認しろ。ボロボロになった彼女たちを前に、少年たちのうちリーダーと思わしき男がそう口にしました。男の言葉に口角を上げニヤニヤと笑う少年たち。彼らはジェニファーとエリザベスへ歩み寄ると、2人の喉を踏みつぶしたのです。6人の少年に囲まれ、暴行の末に命を奪われた少女たち。彼らがそれほどの残虐行為に及んだ理由とは、少年たちは仲間に認められるため、その凶暴さを示す必要があったんです。おさすけんちゃんです。いや、みやみこんです。浅井亮っていう作家知ってる？わかるよ。だって。あ、知ってるのね。大学の先輩ですか？私最近ちょっと浅井亮さんのエッセイを読んでるの。とってもバカバカしくって、でもめちゃくちゃ笑っちゃったのが、100キロ俳句っていう話なんだけど、100キロ俳句ね。早稲田大学の伝統行事みたいなやつなの。簡単に説明すると、100キロを仮装しながら歩くってやつで、なんで仮装すんの？僕も仮装したりとか、バスローブにダッチワイフを5体ぐらい背負って、100キロ歩くってめちゃくちゃきつい縛り。バスローブってそうなの？浅井亮さん自身はバスローブにワイングラスを持って100キロ俳句に行って、雨が2日目に降ってきて、バスローブが全部雨を吸収して、とんでもないことになったっていうのでゲラゲラ笑っちゃったんだけど、浅井さんのエッセイを見て思ったけど、早稲田大学なんて行くとこじゃないなって思ったわね。いや、行くとこだよ。やっぱ早稲田は、この頭を使ってバカをするってね、それがね、最高に憧れだったんです、僕。気になる人は行ってみてね。今回はアメリカで起きた残虐極まりない殺人事件をご紹介します。この事件では少女2人が6人組の男に襲われるんですが、それはね、もう本当になぶり殺しと言ってもいいほど凄惨なものだったんです。6人の男が寄ってたかってさ、女の子に暴力振るうだなんてもう信じらんないわよ。これは偏見でもあり予想でもあるんだけどさ、それはやっぱり性的な目的があったの、そこには。それもあったんですけど、犯人たちは主に10代の少年たちで、思春期だからこその集団心理っていうのもあったようなんです。犯人グループと被害者2人は全くの初対面でした。被害者の少女たちはなぜ彼らと出会ってしまったんでしょうか。運命を変えた近道。1993年6月24日、アメリカテキサス州ヒューストン。お願い、家に返して！深夜、TC ジェスターパーク内に少女の悲痛な叫び声が響いていました。叫んでいるのはジェニファー・アートマンとエリザベス・ペーニャの2人。2人の周りでは柄の悪い少年たちが卑しい笑みを浮かべています。2人の少女に容赦なく暴行を加える少年たち。あの時近道なんてしなければ。エリザベスは痛みに耐えながらつい数十分前の自分たちの選択を後悔していました。時は遡り、その夜、ジェニファーとエリザベスは友人宅のアパートで開かれた誕生パーティーに参加していました。いつも明るく笑顔を絶やさないジェニファーに、社交的で友人が多く、最近はメイクにも興味を持ち始めた今時の少女エリザベス。2人は地元ウォルトリップ高校に通う親友同士でした。ティーンエイジャーたちが集まったパーティーは笑い声と音楽に包まれ、盛り上がりは最高潮に。ジェニファーとエリザベスも友人たちと共にその時間を満喫していたのですが、いけない、門限の時間だわ。ジェニファーは外出時、両親を心配させないようこまめに連絡を入れるような家族思いの少女。夜11時半を回った時計を目にし、彼女は慌ててパーティーを後にするんです。親友のエリザベスもまたジェニファーと一緒に帰ることに。エリザベスの家はパーティー会場から歩いて行ける距離。2人はまずエリザベスの家に行き、ジェニファーはそこからタクシーを呼んで帰ることにします。何、もしかして夜遅い時間に2人で出歩いて、だからこそ目をつけられちゃったわけ？お察しの通りなんです。彼女たちが門限を守るためにしたある行動がこの悲劇を招いてしまったんです。アパートを出た時点で門限は間近に迫っており、ジェニファーとエリザベスは非常に焦っていました。そして帰り道を急ぐ彼女たちの目に留まったのが TC ジェスターパーク。こっちの道なら10分早く帰れるわ。その公園内にはエリザベスの家まで続く鉄道線路に沿った近道が。一刻も早く帰りたい2人はその道を選ぶのですが、すぐに後悔することとなります。その公園は昼こそ
そ市民の憩いの場として親しまれていますが、夜になると人影はほとんどありません。そんな不気味な静けさに包まれる道を歩いていたエリザベスたちはその道中、6人の少年がたむろしているのを目にするんです。大声で笑い合っており、いかにも柄が悪く見えるその少年たち。2人は身構えながらも刺激しないよう静かにその横を通り過ぎます。そして何事もなくすれ違い、ほっと胸をなで下ろしたその時、少年グループのうちの1人が背後からエリザベスに襲いかかったのです。少年はエリザベスを捕まえると線路脇の茂みへと引きずり下ろしました。いや、助けてジェニファー！ジェニファーはとっさに逃げようとしましたが、親友の叫び声を聞いてその場へ駆け戻ります。こうして助けに戻った彼女までもが他の少年に捕らえられてしまうのです。深夜の公園になんかたむろしてる時点でなんかちょっと嫌な感じがするじゃない、その時点で引き返してればよかったんだけどね、門限を守ることを優先しちゃったわけね。門限よりもね、身の安全が大事っていうのは言うまででもないんですけれども、怪しいと思ったら遠回りしてでも近づかないってことが本当に大事なんです。そして運悪く少年たちはこの時かなりの興奮状態にあったんです。暴力の洗礼。ジェニファーとエリザベスが捕まってしまう少し前、 TC ジェスターパークでは少年たちが集まり口々にヤジを飛ばしていました。いざもっとやれ！殴り合う少年2人を取り囲み、その様子を楽しそうに眺めていた彼らは地元のストリートギャングブラック&ホワイト。暴力事件や車の窃盗などを繰り返している小規模ながらたちの悪いグループでした。そしてこの夜、彼らが行っていたのは新メンバーの入団式。彼らの入団式では新入りがメンバー全員と順番に殴り合う儀式が行われるんです。よし、これで洗礼は終わりだ。祝杯と行こうぜ。そう話すのはグループのリーダーピーター・アンソニー・カントゥ。彼の一言で少年たちは沸き立ち、未成年にもかかわらずお酒を飲み交わします。少年たちはふざけ合い、酔いが回った状態で公園内の鉄道線路へと向かいました。このように少年たちが興奮している極めて危険なタイミングでジェニファーとエリザベスはそこを通ってしまったのです。いくらギャングとはいえさ、誰か一人ぐらいやめろって言える子がいなかったのかしら。残念ながらね、いなかったんです。これにはね、グループ内でのある心理と思春期におけるある脳の特徴が関係するんです。というわけで本日のメトラキーワード、文化接触理論について。文化接触理論とは、1939年に犯罪学者エドウィン・サザーランドが提唱した理論。この理論では、生まれつきの犯罪者はおらず、親しいグループの中で犯罪の手口やそれを正当化する考え方を学ぶとされています。2019年にウォータールー大学で行われたメタ分析では、非行仲間を持つ若者はそうでない若者に比べて犯罪に関与する確率が2割強高くなるとも。さらに思春期の脳は友人の評価に反応する報酬系が敏感で、友人が見ていると意識するだけで危険な行動を選択しやすい側面があるとされます。入団式という仲間にふさわしい自分を示さなければならない場で、少年たちの判断がより過激な方向へ傾いていったとしても不思議ではなかったのです。なんかわかんないんだけど、より過激に暴力を振るえば振るうほどかっこいいみたいな心理があるって話よね。不良同士ならまだしもさ、か弱い女の子に対してそういう暴力を振るってるわけじゃない。どこがかっこいいのよ、それの。それだけ冷静じゃなくなっちゃうっていうことなんでしょうね。集団の空気に流されね、ブレーキが効かなくなった少年たちは、ここからね、凄惨な犯行に及んでいくんです。生かしてはおけない。ジェニファーとエリザベスを捕まえた少年たちは2人を代わる代わる性的暴行。そして事が終わってもなお、少年たちは2人の髪を引き抜き、顔面を殴り蹴りつけるなど、1時間以上にわたって執拗な暴行を加えたのです。リーダーのピーターは安全靴でエリザベスの顔を蹴り、彼女の歯を何本も折ってしまいます。一方のジェニファーは肋骨を3本折られ、2人は満身創痍の状態。彼女たちが涙ながらに命乞いをし、家に帰してほしいと懇願しても、少年たちは一切その手を緩めませんでした。そして長時間の暴力にさらされ見るも無残な姿となったジェニファーとエリザベス。暴力に訴えるほどに少年たちの興奮は高まっていった。そして異様な熱気が漂う中、リーダーのピーターはジェニファーたちの運命を決定づける一言を放つ。こいつらには顔を見られてる。生かしとくわけにはいかねえな。その言葉を聞いた少年たちは多くを聞かずとも彼の意図を察した。そのまま森の中へ少女を引っ張っていくギャングのメンバーたち。彼らは3人がかりでエリザベスの首を締め付けた。さらに少年たちはジェニファーの首にベルトを巻きつけると、その両端をつかみ力任せに引き絞る。あまりに強い力で引っ
張られ、ベルトはやがてちぎれてしまった。その場に崩れ落ちた2人の姿にピーターは薄笑みを浮かべ冷たくこう言う。ちゃんと死んだか確認しないとな。その言葉は少女たちの脈を確認しろという意味のものではない。ピーターに目配せされうなずいた少年たち。彼らは少女2人に近づくと、その喉を力任せに踏みつぶした。死んだか確認しろ。その言葉は彼らにとって確実に殺せを意味していた。これまでアルゴメトリーでいろんな殺人鬼を見てきたんだけど、不良集団の殺人事件ってもうほんと残虐極まりないものが多いわよね。命乞いされる姿を見てまともでいられるんだったらここまでのことはやってないわよ。集団心理のね、恐ろしさっていうのを実感させられますよね。普通だったらさ、女の子が泣き叫ぶ姿を見たらさ、本当にまだ両親が残ってたら止めるはずなんですけどね。翌朝、ジェニファーとエリザベスが帰宅していないことに気づいた両親は警察に通報。しかし当時のヒューストン警察は多くの事件を抱えており、すぐに動ける状態ではありませんでした。そのため家族や友人たちは自力で捜索を開始。2人の行方を追って帰宅ルートを探し回ります。事態が大きく動いたのは4日後の6月28日。警察に次のような匿名通報が入ったのです。 TC ジェスターパークの線路近くの茂みに死体があります。現場に駆けつけた警察はついにジェニファーとエリザベスの遺体を発見。遺体は夏の猛暑でひどく腐敗が進んでおり、身元確認も困難な状態でしたが、最終的に歯の治療記録からジェニファーとエリザベス本人であると確認されたのです。後に判明したことですが、遺体の場所を通報したのは犯行グループのリーダーピーターの兄ジョー・カントゥーでした。事件の日、ピーターは血まみれで帰宅し、兄ジョーとその妻に女を襲って殺したと豪語。自分たちがどのような犯行に及んだか生々しく笑いながら話し始めたといいます。兄ジョーはピーターたちが少女たちから奪ったアクセサリーを戦利品として山分けしている姿も目撃。両親の呵責に耐えかねたジョーは妻の説得もあり、警察への通報を決意したのです。さらに兄ジョーは警察に対してもう一つ驚くべき真実を告げます。実はこの事件の前にも弟は女性を殺したと話していたんです。ピーターが以前兄に話していたというその殺人もまた嘘や出まかせではありませんでした。事件から半年前の1月4日に彼らが殺害したのはパトリシア・ロペスという27歳の女性。市内の公園で発見された彼女の遺体には性的暴行の痕跡があり、喉や腹部などを切り裂かれた上内臓まで取り出されていました。あまりに残虐なこの事件は未解決となっていましたが、兄ジョーの証言の後、指紋や DNA の照合が行われ、ピーターたちの犯行と断定されたのです。こいつら半年前にも殺人を犯しといて平気な顔して過ごしてたわけ？そのお兄さんはなんで何も言わないのよ。考えられることは、兄のジョーがかつてね、このギャングのメンバーだったとされてるんです。彼らの間では仲間を売ることっていうのは重大な裏切り行為。しかもピーターはジョーの弟で、身内っていうこともあってね、通報をためらったのかもしれません。兄ジョーの通報でエリザベスたちの遺体が発見された翌日、警察は容疑者の少年たち全員の自宅へ。すると逮捕されたリーダーのピーターや他の少年たちは犯行を自白こそしたものの、集まったマスコミに罵声を浴びせるなど反省の態度は微塵もありませんでした。ピーターに至ってはカメラマンを切り飛ばそうとする場面も。事件から7ヶ月後の1994年2月、リーダーのピーターに下された判決は死刑。同年のうち彼と同じく主犯格の少年2人も死刑判決となりました。また犯行時に17歳以下だった残りの3名は終身刑及び禁錮刑となり、現在も服役中です。主犯のピーターは死刑となってもなお態度を変えず、有罪判決が読み上げられた際も傍聴席の友人や遺族に向かって不敵な笑みを浮かべていました。また犯行グループの少年の一人は被害者の少女たちのことをどうせただの売春婦と発言。自らの犯行を顧みず自分たちの行いを正当化するような少年たちの態度に遺族は激しく憤りました。俺たちが今もこうして生きているのはお前らが死ぬ日を見届けるためだ。地獄に落ちて永遠に朽ち果てろ。犯人たちに向かいそう叫んだジェニファーの父ランディ。彼は2014年に亡くなりましたが、それまで事件の風化を防ぐための活動を続け、犯人たちの仮釈放に反対し続けたのです。少年たちがギャングという仲間内で暴力を正当化する価値観を学び、理性のブレーキが外れた末に起きてしまった今回の事件。反省のない彼らの振る舞いは、同じ意見の者だけで交流を続けるほどに考えが極端になること、狭い仲間内だけの考えが常識になってしまうことの恐ろしさを物語っていました。残
念ながらこの世の中には言葉でやめてくれと言っても通じない人間は無数に存在します。二人の少女のようにいつもと違う人気のない夜道を歩くとき、あなたならどうやって身を守りますか？これまでに絶対にミスを許されないプレッシャーを受けた経験はありますか？2005年4月25日、兵庫県尼崎市、午前9時45分頃、一人の女性がテレビを見ていました。はい、こちらは尼崎市の現場です。列車がマンションに衝突し、大きく脱線している様子が確認できます。画面の中の大きくひしゃげた列車に目を奪われた女性。その時、お母さん、息子さんはもう帰宅しましたか？夜勤明けでさっき職場を出たまま連絡が取れないんです。まさか。慌てて何度も息子の携帯電話を鳴らしますが反応はありません。結局息子の行方が分かったのはその日の夕方頃のことでした。ただし彼は今朝テレビで見たばかりの凄惨な列車事故によって亡くなっていたのです。戦後最悪クラスとすら呼ばれた列車の脱線事故。曲がりきれないほど加速した車内で運転手は何を思ったのか。彼が冷静な判断力を失った原因は当時の JR の組織ぐるみのパワハラ教育だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。